どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。今回は Apple 3月のイベントがですね、ついに、これ正式決定いたしましたので、これ本当に来ましたので、じゃあ一体どういった製品がね、登場するのか、確率が高いもの、これ全てお話ししたいと思います。来週になりますので、今、例えば Apple 製品ね、なんか買おうかなみたいな思ってる方、ちょっと待ってください。これ物によってはですね、来週も新しいのが、これ買ったら出てしまうという可能性ございます。それ一番悲しいですよね。なんで皆さんもね、出るのであれば、これ待った方がいいんじゃないかってね、思うじゃないですか。どうせ買うなら新しいのがね、これ良くないですかっていうところで、仮にね、例えば今のモデルでもいいよっていう方でもですね、これ大体新しい製品が出ると、やっぱり今のモデルの価格っていうのはね、一個古い形になるんで、安くなりますと。なんでどうせ買うならですね、やっぱり損したくないじゃないですか。ということでね、今回動画ちょっと購入のね、参考にしていただければと思うんですけども、はい。で、今回はその Apple のね、招待状っていうのが来たので、そちらからちょっと読み取れることをですね、そこからなんで発表の、確率これ高いんじゃないかっていう製品をですね、お話ししますので、ぜひちょっと購入のね、参考にしていただければと思います。で、僕自身もそのガジェットのブログとかをですね、4年ほど、運営したりとか、YouTube もですね、だいたい今1年半、そろそろ2年になるんですけど、100本以上動画を上げておりますので、今回紹介する動画以外もですね、他にもレビューの動画、今後の Apple 製品とか、いろんなことについてお話ししておりますので、気になる方はぜひね、赤いこのチャンネル登録ボタンと横の通知ベルもね、ぜひ押していただければと思います。はい。で、チャンネル登録していただくとですね、お得なこのセール情報っていうのがね、これ定期的に流してますので、今これ製品安いね、めっちゃお買い得だな、みたいな。ものがね、見れますので、これどうやらチャンネル登録しないとね、見れないみたいなので、ぜひこちらもね、ちょっとチェックしてみてください。では、それでは、行ってみましょう。で、まずはね、この Apple の招待状をね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、これね、毎回なんですけども、これ発表会の大体1週間前にですね、Apple の発表会ありますよっていう案内がね、届くわけなんですけども、今回届きましたと。で、一応開催の日時なんですけども、日本時間の3月9日、水曜日ですね、の午前3時からとなっております。もう深夜の中の深夜ど真ん中っていう感じなんですけども、っていうかもうほぼ朝ですね、これ。はい。で、アメリカは、一応これ午前10時っていうね、なってるんですけども、どうしても時差の関係でですね、この季節柄、特に3時とか、大体いつも午前2時とかなんですけど、これ毎回なんですけども、やっぱ招待状にはですね、じゃあその発表される製品のヒントがね、これ隠されてるんですね。今回の招待状は非常にこのシンプルなんですけども、で、Apple ロゴがすごい中にこのカラーバリエーションみたいなのが入ってるんですけど、カラーが並んでおりまして、これなんでブルー、パープル、ピンク、レッド、オレンジ、イエローみたいな感じでですね、これおそらく発表される製品のこのカラーバリエーション、カラバリ色のものがね、出るんじゃないかっていうのを表してるんじゃないかなと。ちなみに昨年のイベントの際もですね、招待状と同じカラーですね、iMac の24インチっていうのが、これ M1 チップ搭載されて出たんですけども、なので今年もカラフルな何かしらラインナップで出てくるんじゃないかなと思います。ただこれを見るとね、もしかしたらそのグリーンのモデルはないのかなっていうのはね、ちょっと緑派の方はね、残念かもしれないんですけども、一応文字としてはですね、日本語ではこれ最高峰を解禁と、いう風に書かれておりますと。これだとちょっとね、分かりづらいかもしれないんですけども、英語だとですね、ピークパフォーマンスになってます。これどういう意味かっていうと、最高性能をなんかお届けするみたいなイメージですかね。最高性能って感じなんですけども、性能が基本的に高いものの、示唆というか、それを表しているものなので、おそらくこれはね、Mac の可能性が高いんじゃないかなと思います。やっぱり噂されてるですね、次期の次の M2 チップっていうもね、新しい CPU 発表なのかなっていう印象はしてるんですけども、はい。こちらについてはちょっと後ほど解説いたします。あと背景がやっぱ結構黒かったりするんですよね。なので、その Apple シリコンですね。Apple 独自のチップっていうのが、2020年、終わりにこれ出たんですけども、それの時の、色使いとかにも結構似てるんですよね。このカラーバリエーションの感じが。なので、背景がやっぱ黒いので、そのプロモデル的なね、Macの登場をこれ表してるんじゃないかっていう風にね、感じました。で、Apple のね、役員のね、方が、Twitter でね、これ告知を毎回これ最近ね、してくれるんですけど、グレッグさんかな ?Apple のこのロゴの中に入っていくような、動画なんですけども、ここら辺もやっぱ昨年とは違いまして、昨年のイベントの招待状とかもね、背景これ白くて、全体的にやっぱ結構明るくてポップな感じ、春の訪れみたいな
イメージだったんですけども、今年は完全に一変して、全体的になんか黒いんですよね。黒くてやっぱプロモデルを荒らしてんじゃないかなっていう感じはあります。今回もApple のサイトのこのイベントのねページがあるんですけども、サファリでこれ開いていただくと面白い仕掛けがありまして、これ毎回のことなんですけど、皆さんのiPhone とかiPad であればこれ AR ですね、拡張現実でこれ遊べる仕掛けになってますね。なのでちょっと気になる方はイベントページでApple ロゴをこれタップすると、開きますので、はい、ちょっと遊んでみてくださいね。もしよければ。はい。ということで、発表が今回、期待される製品ね、これ一気に全部いきます。ぜひついてきていただければと思うんですが、ということで、まずはですね、iPhone SE 第3世代ですね。ここもずっと登場の噂ずっとあるんですけども、はい、やっぱこの春登場なのかなと言われております。なので iPhone SE を、じゃあ例えば今、ちょっと買おうかなみたいな。検討している方は本当に急いで必要とかっていう以外であれば一旦ちょっとね、待った方がいいんじゃないかなというかやめとけっていう感じなんですけども、で2020年のですね、今4月に今出てる iPhone SE の第2世代っていうのが登場しまして、ほとんどiPhone8 とかと同じようなデザインですね。丸2年ほどになるので、そろそろそのアップデートを送るんじゃないかなと思います。ただ基本的にはやっぱ中身の変化だけのいわゆるそのマイナーアップデートというね形にはなりそうなんですけども、一部ではその iPhone XR とかに近い6.1 インチの大画面ですね、タッチ ID から今Face ID のモデルには上位版はなってると思うんですけども、そういったような噂もあったんですけども、おそらくないだろうということですね。同じ 4.7 インチの画面のままという感じになりそうです。なんでデザインは今のまま維持するということで、充電についてもですね、今まで通り地規格のワイヤレス充電ですね。そちらの方には置くだけ充電は対応するんですけども、iPhone 12シリーズから採用されているマグセーフ充電っていう、磁石でこう、くっつけてカチッてね、磁石今内蔵されてるんですけども、それで充電するタイプには対応しないと言われております。なので基本的に見た目とか機能面に関してはほぼ同じなんじゃないかなと思いますけども、さっきのただ招待状のことから考えると、カラーバリエーションとかもしかしたら増えるんじゃないかなっていうところはありますけどね。ただ基本的にはやっぱ中身の進化が主になると思いますので、例えば最新の A15 バイオニックチップですね。iPhone 今13とか13 Pro とかに搭載されているものだったりとか、はい。このおそらく4、5万円ぐらいの価格で、ほぼ最強性能ではあるので、これは結構クレイジーというかね、相当いいと思うんですけども、ただ正直今のA13 バイオニックチップっていうのが入ってるんですけども、それでも性能的には全然十分なんですけども、ただ今のモデルのちょっと問題点としては結構バッテリー持ちがねあんまり良くないので、そこら辺のちょっと改善をね期待したいかなと思いますと。はい。そこら辺なんで気になってる方はまず新型待った方がいいんじゃないかなと思いますけども、はい。あとは5G 通信への対応ですね。もちろんまだまだ 5G のねエリアっていうのは少ないんですけども、はい、繋がっても遅いし、ただやっぱ今後もっとね4、5年とか見ていくと広がっていくとは思うので、やっぱそういった古めの個体を使って、5G っていうのを広げていこうっていうね、Apple の端末でっていう狙いはね、どうしてもあるのかなっていうところはありますね。続いて、おそらくこちらも登場が濃厚なんじゃないかなと思われる製品が iPad Air ですね。これを第5世代。iPad Air 4もですね、今のモデル、登場から大体もう1年半ぐらいで、登場の今サイクルが大体1年半ぐらいで、iPad Air も出ているので、もうそろそろかなっていうところと、あとその立ち位置的にちょっとね、他のモデルと比べるとなんか微妙な感じになってまして、どういうことかっていうと、性能とかはですね、iPad Air は今のモデルはA14 バイオニックチップっていうのがね、載ってるんですけども、昨年出た iPad miniいいですね。安いモデルにはなるんですけども、そっちには A15 バイオニックチップっていうね、新しい最新のものが載ってるんですよね。そっちの方が価格が安いのにですよ。画面がちっちゃいっていうのはあるんですけども、iPad Pro に関しても今 M1 チップっていうのがね、Mac と同じものが搭載されてまして、あと滑らかな画面ですね。120Hz っていう滑らかなプロモーションディスプレイっていうのが入ってるんですけども、とかやっぱスピーカー性能とか、カメラとかね、やっぱマイクとかもプロの方がもちろんいいですし、容量
量とかもね、2TB とかになったりとか、その iPad Pro ですね、iPad Air に、だいたい今25,000円ぐらい、載せれば、買えてしまうので、これではちょっとあんまり今 iPad Air を買う、メリットっていうかあんまないというか、まずいということで、それ多分 Apple もちろんね、分かってると思うので、じゃあどう変わるのかっていうところなんですけども、まずはやっぱ iPhone SE とかとね、さっき同様に、やっぱ A15 バイオニックチップ、最新のものがね、まず乗るんじゃないかなっていうところだったりとか、あとは12メガピクセルの超広角のインカメラですね。内側のカメラ、センターフレームっていうのが入ってるんですけども、今やっぱ一番安い iPad ね、旧世代ですかね、タッチ ID ついたやつにも、もうそれにすら乗ってるんで、はい。さすがにつくんじゃないかなっていうところとか、あとiPad mini 同様にですね、5G のね、やっぱセルラーモデルですね、通信のSIM カードを入れて、スマートフォンと同じような形で使えるモデルにはさすがに 5G 対応を来るんじゃないかっていうところですね。基本的にはなんで今の iPad mini の第6世代最新のものですね、乗ってるものことは、ほぼ対応してくるんじゃないかなと思います。でもしかしたらスピーカーが、良くなるかもっていうね、今2つスピーカー2つなんですけども、4つのこのクワッドスピーカーっていうものになるかもしれないっていうところだったりとか、個人的にはねやっぱ容量を今 64GB と 256GB っていうねラインナップになってるんですけども、128GB とかに、ね、してほしいんですけども、ただ今の iPad mini とかも64と 256GB っていうね容量のラインナップで去年結局新しく出たんで、Air ももしかしたら同じになるんじゃないかなっていう風な気はしてるんですけども、今回ね最初ちょっと招待状から読み取った通り Mac がやっぱりね主役なんじゃないかなというところで、じゃあ何が出るのかっていうところなんですけども、まず一つ目結構、確率高いものとしてはやっぱ Mac mini なのかなと思います。Mac mini はデスクトップで一番、安い価格で使える Mac になるんですけども、ここについてもずっと噂がありまして、やっぱ Mac mini のその上位版っていうのがですね、まだ、インテル版チップのものがですね、まだ販売されてまして、まだその Apple シリコンにね、置き換わってないんですよね。以前にね、リークされたというかね、デザインとしては、本体がやっぱ薄くなって、上部に、ガラス素材みたいなのが使われて、結構高級感あるデザイン、結構デザインも変わるんじゃないかなとか、言われてたりとか、あとやっぱ使えるその端子ですね、ポート類も、HDMI ついたりとか、SD カードスロットとかもしかしたらつくかもしれないんですけども、とりあえず端子とかも増えると。で、おそらくMacBook Pro とかと同様にですね、M1 Pro とか M1 Max チップっていう、すごい怪物的な性能をね、ものの搭載になるんじゃないかなっていうところで、その上で一応価格を抑えたモデルにはなるので、別途自分でキーボードとか画面とか用意しないといけないんですけども、というのもやっぱ MacBook Pro の今、一番安いモデルっていうのが、だいたい24万円ぐらいからなってるんで、新しいモデル。結構高いんでね。はい。で、もう一個のこのシナリオとしては、M2 の Mac mini っていうのが、登場して、もう一つがその Mac mini Pro としてラインナップとして登場するっていう話もありまして、もしかしたらその上位版として Mac mini が新しくまた出るんじゃないかっていうところがありますと。一応これブルームバーグのマーク・ガーマン記者っていう方がいるんですけども、今年初めてその Mac mini がですね、2つのラインナップになるんじゃないかっていうね、ツイートしたりとかしてたんですよね。これがもしかしたらその最高峰の解禁ということなのかな説もありますっていうなんでこのプロモデル Mac mini Pro の方に M1 Pro チップと M1 Max チップ搭載みたいな形になるかもしれないです。なんでラインナップとしては M2 Mac mini とM1 Pro または M1 Max チップ搭載の M1、Mac mini Pro ですね。はい。もうわけわかんないんですけども、そういった2つのモデルになるのかもしれない。で、あと可能性としてあるのはデスクトップだとやっぱり iMac ですね。27インチですね。こちらも Mac mini とね、さっき同様に iMac のその27インチの方はですね、まだインテル版として販売されてまして、Apple シリコンまだ置き換えされてないんですよね。次は27インチかなっていうところなんですけども、タイミング的にもね、やっぱ Mac mini と登場、同じデスクトップ PC なので、あってもおかしくないかなとは思うんですけども、デザインについてはね、ちょっと今いろいろと言われてるんですけど、基本的には今の、24インチの iMac 新しいの出たものと同じようなものになるんじゃないかなっていう話が多いですね。はい。ただ機能的には一応上位版にはなるので、例えば熱を逃がすためのファンがあったりとか、端子とかもね、やっぱりいろいろつくと思うので、プロモデルになればですけど、本体の厚みとかは増えるんじゃないかなと思いますけど、でもしかしたらそのスペースグレーと例えばシルバーモデルみたいな形で、iMac Pro として登場の噂もありますので、
まあ、もしかしたらそっちが出るっていう可能性も全然あるかなと思います。まあ、それか、まあ、6月にね、WWDC っていうね、Apple の発表会もあるので、まあ、そこで発表の可能性も全然あるかなと思います。まあ、iMac Pro であれば、まあ、もしかしたらそのミニ LED のディスプレイとか搭載して、今のその一番新しい MacBook Pro と同じような仕様になるんじゃないかなと思います。はい。まあ、なんで性能とかも M1 Pro チップとか M1 Max チップ搭載になるんじゃないかなって思いますけどね。あとまあやっぱりね、ラップトップとしては、あとまあエントリーモデルね、その MacBook Pro、まあ、M2 MacBook Pro が来るんじゃないかっていうね、噂もございますね。M2 MacBook Air ももちろん控えてはいるんですけどね、MacBook Air の新しいモデルっていうのが出るんじゃないかって言われてるんですけども、まあそっちの確率はまあ低いかなと思います。まあ一応まあ M2 の MacBook Pro として今の新型の MacBook Pro のデザイン、ちょっとややこしいですけども、まあ新しいデザイン使って、まあちょっと価格をやっぱ抑えたモデルを出してくるんじゃないかと言われております。はい。まあこちらについてはね、ちょっと以前の動画で詳しく話してはいるんですけども、結構ね、細かい仕様みたいなのが、まあ本物かどうかちょっとわかんないね、難しいんですけど、ここは判断が。まあ結構がっつり出てきてはいるので、仮にこの仕様になればですね、かなり、MacBook Pro を今検討している方の、まあ一個のなかなかいい選択肢に、なりそうではあるので、ちょっと詳しくはね、前回の動画で結構詳しく、解説してますので、本当 Mac のこのラインナップから、一から説明してるんで、まあ、全然わかんない方でも、これ参考になるんじゃないかなと思います。で、この動画結構割と伸びてるんで、ぜひご覧いただければと思います。もしかしたらそのタッチバー付きのね、今の形の古いモデルで中身のチップだけ変わって出るっていう可能性もまああったりはするんですけども、そこら辺はちょっと来週どうなるかね、見届きたいかなと思っております。ということで皆さんはね、どうですか？春のイベントで何が登場すると思いますかね？ぜひちょっとコメントいただければと思いますけども、ちょっといろんな情報がね、出てきてるんで、まあ僕もどうなるかわかんないですけど、こういった動画見てまでね、本当に購入を検討されている方はね、本当素晴らしいと思います。もう僕なんて何も知らず、買ってましたから、まあ損したこともいっぱいあります。今回の動画以外もですね、このガジェットのレビューとかも含めて、来週ね、まあ例えば新製品登場、すると思うんですけども、これいいんじゃないか、ここは微妙なんじゃないかとかも含めて、全部解説しますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録ね、していただければ今後も賢くね買い物できると思いますので、ぜひチャンネル登録と横の通知ベルもね、特にこの横の通知ベル押していただくとですね、まあ動画出るとこう通知が行ったりとか、ライブ配信とかもしようと思ってますので、通知必ず行くと思いますので、ぜひ横の通知押していただければと思います。ということで今回も動画見てくれてありがとうございます。今回動画少しでももう1ミリでもためになったと思ったらね、高評価とかもう感想ですね、どんどんコメントをいただければと思います。気になること何でも、まあ基本的に全部見させていただいておりますんで。ということで、それではね、また次回の動画かね、Twitter、最近インスタも始めましたので、そちらでお会いできればと思います。良い一日をお過ごしください。バイバイ。来週のイベント、楽しみですね。待ちきれない。よし。